皆さんこんにちは。今回は前回紹介した冷凍庫 PC の改造について、設計時の検討内容や制作過程を紹介していきます。改造によって大きく見た目を変えた冷凍庫 PC です。いろいろと手を加えたところがあるのですが、今回紹介するところは特に検討を重ねた、製作を工夫した3つの製作物。ケースの2層構造化などの結露対策、真空断熱ケースパネル、氷蓄熱です。というわけで早速ですが、ケースの2層構造化から1つずつ紹介していきます。ケースの2層構造化は冷凍庫 PC の大敵、結露を防止するために導入しました。従来の冷凍庫 PC では冷凍庫内で PC を組んでいましたが、改造を機に冷却方法を変更し、冷凍庫の外で PC を組んで、冷凍庫で冷やした冷媒を使って PC パーツをスポット的に冷やすことにしました。このために、PC は従来よりも室内の湿潤な空気にさらされる危険性が増えたり、一方で従来より PC 周りの環境を整えやすく、ケース等を自前で作りやすくなりました。そんなわけで湿潤な空気と低温になる PC パーツを分離させるケースを作成しました。で、そのケース内に湿潤な空気が侵入するのを防ぐため、ケースを2層構造っぽくしました。PC を設置するところを内部、室内の湿潤な空気があるところを外部として、その間に空気だけの中間部を設けました。中間部と内部の空気は循環、除湿して、低温の PC パーツ表面に結露ができるのを防止します。そして中間部を設けたことで、外部から侵入する湿潤な空気を除湿して、内部に空気が入ってしまっても、直接湿潤な空気が侵入しないようにしました。もともとこの2層構造のアイデアは以前の動画に寄せられたコメントを参考にしたものです。ただその時はすぐに導入できなかったのですが、今回 PC ケースを自由に作れる冷却方式に変更したのを機に導入しました。この構造の狙いは先ほど話したように湿潤な空気の侵入を防ぐということなんですが、空気の侵入防止というか機密や密閉というとパッキンやシーリングを使う方がメジャーだと思います。私も2層構造にするついでにパッキンもつけようと思ったのですが、なんかつけられるようにするのが面倒だな、と検討段階で思っちゃったので省きました。結果的には中間部に除湿した空気を溜めることができたので大丈夫でしょう。逆にパッキンだけでもいいのではと思うところですが、2層構造には一つメリットがあります。ケース貫通部における空気の侵入をより防げるようになりました。この部分は縦埋めで空気の侵入を防いできましたが、2層構造化によって縦埋めも2段階になりました。パッキンだけだとケーブル貫通部はそのままだったかもしれないので、2層構造化で全体的に対処できたと思います。で、2層と言ってきましたが実際は 1.5 層というか、真空断熱パネルを踏まえれば 2.5 層というか、スペースの関係や製作、組み立てを簡単にするために構造を簡略化して、一部は2層じゃありません。ケースの上下、左右側面はそれぞれパネルを2枚使った2層ですが、前後の大きいパネルは1枚だけです。すべて2層にしようとすると、構造は複雑でサイズも大きくなりそうでした。サイズを小さく抑えようとすると、内部の PC を設置するスペースが小さくなりそうだし、サイズを大きくすると材料は多く使うし、ということで前後面のパネルを減らしました。前後面が1層なら全体的には1と3分の2層構造、まあどっちでもいいか。構造は簡略化しましたが、空気の侵入経路はいずれも中間部を通るので、機能的には十分だろうと思っています。2層構造の詳細はこんなところですが、結露の話なのでついでに他にもやっていた対策についても話します。これまで除湿するために使っていたシリカゲルなどの除湿システム、実は改良しようと手をつけていました。失敗したんで戻ったんですけどね。これまでに使ってきたシリカゲルや塩化カルシウムを使った除湿機だと、ケース内の空気の湿度を最低値まで落とすのに約半日、12時間程度時間を要しました。めちゃくちゃ時間がかかったんで、もっと早く除湿できないかなと思いました。ということで家電の除湿機を空気の循環経路内に設置してみたり、ペルチェ素子冷却機を組み込んだりしたのですが、除湿できなかったり、うまく循環できなかったりしたので結局従来の形に落ち着きました。そして今回の動作確認でも12時間使って除湿しています。まあ12時間なんて氷蓄熱と比べると可愛いものになってしまったんですけども、後ほど話します。時間はかかりましたが温度 26.5 度 C で湿度は 19%。しっかり動いてくれました。シンプルな仕組みだから安心です。
といった感じで行った結露対策ですが、実際動かすと気になる部分もありました。先ほどの温度と湿度から露天温度という値が計算できるのですが、実は常温時と低温時で変動していたんです。ここで露天温度についてですけど、ウィキによると、気体を冷却していくと気結露、すなわち凝結が起こる温度、とのことです。結露が起きる温度、つまり除湿や加湿をせずに空気を冷やしていって湿度 100% になる温度ってことです。ということは、ある空気内に露天温度以下の物体を設置させると、その物体表面では結露が生じる。そんな解釈を私はしています。詳しくはないので正しいかわかりませんが。で、先ほどの温度 26.5 度 C、湿度 19% だと露天温度は 1.0 度 C でした。この時点で前回紹介したケース内の冷媒の温度0度 C 程度より高くない？ということは結露しちゃう？そんなところに冷凍庫で最低マイナス18度 C まで冷やした冷媒を循環させたところ、ケース内の空気は温度 9.7 度 C、湿度 23% になりました。この測定値を示した温湿度計はパネル付近に設置したもので、前回紹介したケース内の空気温度の測定値を示した温度計はケース中央、ラジエータ付近で計測しました。なので測定値は違ってきます。で、今は露天温度を見たいので温湿度計の値を見ています。で、この時の露天温度がマイナス 10.5 度 C でした。露天温度が下がっていました。いやー下がっていてよかった。ということではなくて多分空気中の水分がケース内のどっかに移動しただけで、そのどこかで結露していたんだと思います。先ほど話した除湿システムが機能したかというと、あれは非常に時間がかかるのに対して、冷やした冷媒を循環させてケース内を低温化させるのに3時間もかかりませんでした。多分除湿システムが急速に除湿できたとは思えません。じゃあ露天温度マイナス10度 C 分の水分はどこに行ったかというと、おそらく冷えた冷媒が流れる配管周辺。ラジエータに CPU のウォーターブロックが設置されている PC パーツ付近も結露した可能性がありました。これまでの冷凍庫 PC ではこのような不安は比較的に小さかったと思います。というのも冷凍庫内で PC を組むと、最低温になるのは冷凍庫内の壁面です。庫内空気の水分は壁面で霜になっていました。その霜もシリカゲルを使った除湿機によってなくなり、結露や霜による故障の危険性が最も高まるタイミング。氷点下から常温に戻る時になりますが、そこはペルチェ素子冷却機が機能してくれていたでしょう。ペルチェ素子冷却機が最低温度部になるので、霜として水分を回収してくれていました。今回の構造でも低温から常温に戻すときはペルチェ素子冷却機を使っていましたが、PC を動作させるときは低温を維持したいので、結果的には発熱してしまうペルチェ素子冷却機は動かしていませんでした。じゃあやっぱり冷媒が循環する配管や PC パーツが最低温度部になって水分を回収していそう。結露していたのかな？なんとか故障せずに終わってくれていたのでよかったです。まあケース内の冷媒の温度も0度 C 付近だったし、常温時の露天温度を大きく下回ることもなかったし、多分冷媒の配管部分でも温度分布があって、一番冷えたのは冷媒がケース内に入ってきた直後のところだから、PC パーツ付近は極端に低温ではなかったでしょう。とはいえ結露するかもという危険性が見えてきちゃったら取り除く努力をするほかありません。そんなわけで対策するとしたら方針は大きく2つ。冷媒より低温の物体を常時設置するか、空気をより除湿乾燥させるかです。前者は現在使っているペルチェ素子冷却機と同じ役割になりますが、これを常時運転させることになります。常時運転させてケース内における最低温度部を常設し、空気中の水分を回収する感じですが、ペルチェ素子冷却機を常時運転すると発熱が問題になります。発熱を処理しないとケース内を低温にできません。それならばペルチェ素子冷却用に外部に排熱する水冷配管を増設、となりますか。今でもホースやケーブルでごちゃごちゃしたケースなのにさらに水冷配管を増設なんて、できるんです。できるようにケースパネルは作っています。やろうとすればできる状態です。ひとまずすぐに導入できる方法なのでやっておきたい手段ですかね。ただこの方針だと空気中の水分は回収できたとしても、ケース内全体で言うと結局水分は存在しちゃいます。というか前者の方針は多分大丈夫かもとしか言いようがありません。そこで後者のより空気を除湿乾燥させる方針です。空気をより除湿、乾燥させる方針は根本的な解決が見込めます。そもそも結露しちゃう水分をなくそうって話です。で行うとすると今のシリカゲルや塩化カルシウムを使った除湿システムの改良となります。
家電の除湿機の導入は今回挑戦して敗北しました。なので残りの手段は、コンプレッサーによる空気圧縮による乾燥です。詳しい仕組みは割愛します。おそらく私が取ることのできる空気乾燥の最終手段です。なんとなく導入方法は思いついています。安全に、最低限乾燥できるように。で問題があるとすると騒音とかがあるので、私が状況を整えるまで導入できないということです。てかコンプレッサーを導入するほど今の状況は悪い状態なのか？まあ、状況も対策の必要レベルもわからないんだし、無駄でもいいから最大限対策は講じるべきなのかな。壊れちゃうのが一番嫌だし、もう少し前向きにコンプレッサー導入も考えておきましょう。そんなこんなで2層構造化と結露な話でした。次は真空断熱効果を狙ったケースパネルについて紹介します。改造を機に冷凍庫外で PC を低温冷却することにしましたが、低温の冷媒を冷凍庫外に出したことで、室内の空気などケース外から余計な熱流入が気になってきました。冷やしたいのに常温の空気で温め直されちゃったら意味がわかりません。ということで断熱性を強化しようと思った結果、真空断熱化に手を出しちゃいました。一般の断熱材でも発酵素材の他に真空断熱材もあったのですが、市販品がなかったような、あったとしても寸法が合わなかったような、とかで自作しています。1枚のケースパネルにつき、2枚の樹脂板をシーリングしながら貼り合わせ、内部を真空化できるようにしました。材料は塩ビ板、レーザーカットしたアクリル材、アクリルの丸棒、そしてシリコンシーラントです。板の厚さや棒の直径は全て2ミリです。塩ビ板がこのパネルの主要部品ですね。アクリルより安く加工性が良いので使いました。まあアクリルより透明度が低いとかレーザーカットは不可というデメリットもあります。レーザーカットすると硫化ガスが出て加工機器を劣化させるとかで NG だったはず。なのでこの材料は手加工です。四角に切り出して穴を開けるだけですし、手加工で十分でした。ケーブル貫通部があるパネルはレーザーカットで切り出したかったのでこちらはアクリルです。比べると確かに透明。で、それぞれ板を2枚ずつ準備したわけですが、この時点で樹脂板1枚でもケースが組み立てられたので、真空断熱の効果を見比べるために板1枚のパネルで組み立てて、動作確認を実施しました。で、この結果が前回紹介したパネルの表面に結露が出ていたとか、比較的高温だったというあれです。比較的に高温だったので CPU 温度とかもちょい高め。それ以上特にないです。パネルの製作を再開します。真空層を作るには2枚の板の間に機密保持できた空間が必要なので、真空に減圧しても空間が押しつぶれないようにするアクリルのパーツと丸棒を間に挟みました。真空に減圧すると板同士が密着する方向に力がかかり、接触しちゃうと真空断熱の効果が薄れちゃいます。そこで丸棒を使って板同士の接触を防ぎつつ、断面が丸なので板との接触は最小限に、としてみました。で、あとはシリコンシーラントで機密保持できるように、隙間なくべったりと塗りたくっていきました。CPU グリスよろしくで隙間や亀裂ができたら最悪です。真空を作るのにわずかな隙間でも空気が入ってきちゃうので、十分すぎる量でも塗りました。見た目は2の次3の次でした。まあ接着剤の塗布量が少ない方が熱伝導を防げて真空断熱の効果を発揮できるので、真空化できるように隙間なく、一方で塗りすぎないように気をつけて、って感じでした。あとは真空引きできるように配管部品を設置して出来上がり。もともとは塩ビの板厚さ2ミリでしたが、最終的には6ミリ7ミリくらいになっていました。接着剤に亀裂を作らないために無理に押し付けなかったので、接着剤の分厚さが増えたようです。樹脂1枚よりは強度が出て、重さは結構感じます。ずっしり。で見た目は、良くも悪くも何とも言えない、接着剤の塗りは汚いですが、遠目に見る変な横棒がついたパネルって感じです。こんな見た目ですが、真空断熱を狙ったパネルになったはずです。では動作チェックです。真空引きできるように配管して、真空ポンプで減圧していきます。この真空ポンプはエアコン設置作業用のものです。今回は空気を引きたいだけなので、これでも十分でしょう。真空引きすると、真空系の指示値はゲージ圧 -0.095 メガパスカル以下、大気圧の 95% 以下まで真空化できたようです。というかやっている時は気がついていませんでしたが、減圧されている時にパネルに反射した像が歪んでいってますね。パネルが大気圧に押されて変形したようです。大気圧超え。このまま真空を維持できるか確認するために、ただ放置して圧力の変化を見ていきます。
1時間ほど放置して真空圧が変わっていなければ OK。大きく変わっていたら、どこかから空気が侵入しているので、シリコンシーラントをパネルの縁や配管部品の設置部等に塗り直して、再度真空引きチェック、こんな感じでやりました。で、チェック完了、というか終わりにしました。当初は全ての面、6箇所を真空断熱パネルにするつもりでしたが、上面用のパネル1枚がうまくできなかったので諦めました。まあ6枚中の5枚で成功し、なんならケーブル貫通部があった右側面パネルでも成功したので、気持ち的には満足でした。というか真空断熱が5つの面でできているだけでもそれなりに効果がありそうです。で、パネルをケースに付けながらそれぞれを配管していきます。すべてのパネルを一気に真空引きできるようにしています。この配管だとどれかのパネル1枚、配管部品1つ、いずれかが真空が維持できないと全て連動してダメになります。シンプルな配管で設置が簡単だけど、一連卓章って感じなんでしょうか。真空維持も難しいです。あとは前回動画で紹介した通りです。パネル5枚を一気に真空引きし、大気圧の 5% 以下、ページ圧 -0.095 メガパスカル以下、24時間後で大気圧の 10% 以下、ページ圧 -0.090 メガパスカル以下でした。個人的は思いのほかよくできた、と満足です。自分でもこんなの作れるんですね。まあ肝心の断熱性は微妙な感じだったんですけどね。樹脂板1枚のパネルとの効果比較を見る限り、熱伝導の面は多少減らせたようです。多分輻射で熱を伝えてしまっているのかな、と思いました。樹脂は輻射で熱を受けやすく、熱を放ちやすくもある材料です。アルミとか金属は逆に輻射で熱を受けにくく、放ちにくい、というか反射します。なのでアルミシートとかが輻射による断熱効果を狙った防災シートとかに使われるわけで、今回のパネルでも輻射による熱の侵入を減らすには、アルミシートが有効と思います。アルミシートでケースを覆うだけなので、動作確認中にやってみればよかったのですが、なぜだかやっていませんでした。簡単に試せそうだったんだしやっておけばよかったなぁ。ただアルミシートは透明じゃないので、ケース内が観察しにくくなりますね。この点は少し残念です。その点で使えそうなのが、ホームセンターで売っていたと思う遮熱シートですかね。あのシートは窓に貼って太陽光の輻射を遮り、室内への熱流入を抑制するものです。色づきっぽいですが一応透明です。あのシートが使えるならちょうどいいですね。タイミングがあったら試してみようかと思います。そんなこんなで真空断熱パネルの話でした。では今回最後のトピックスの氷蓄熱についてです。氷蓄熱は今回の改造で冷凍庫内にスペースができちゃったので、ついでに導入しちゃったシステムです。ちなみに氷蓄熱というのは本来、ビル空調で使われるもので、夜間の電気代の安い時間帯に氷を作って、日中の暑い時間帯は作った氷を低温熱源にして冷房するという、電気代削減が主な目的になっています。でも今回冷凍庫 PC に導入した目的は、蓄積した低温熱源を使って PC の低温維持、および長時間稼働です。冷凍庫で氷を1杯作って、氷が水に溶ける際の融解熱を使う感じです。氷が水に溶ける際に必要な熱量のことを融解熱というのですが、結構多くの熱量が必要です。似たものだと汗とか気気化熱です。固体から液体、液体から気体とか状態変化には多くの熱が必要なんです。状態変化による熱の利用だとエアコンやヒートパイプ、さらには液体窒素冷却もありますが、これらはいずれ話しましょう。で、冷凍庫 PC についてですが、そもそもこの冷凍庫で PC を冷やせるか微妙だと思っていました。皆さんも冷凍庫とか冷蔵庫で PC を冷やすというと、結露がやばいと思うと同時に、冷凍庫で断続的に発熱する PC を冷却し続けられるのか、と思われたかと思います。多分冷凍庫が頑張って冷やそうとしても PC の発熱で庫内を冷やすことができず、それでも冷凍庫は冷やそうと連続稼働した結果、部品が寿命に達して故障に至る、まともに運用できるか微妙な感じです。そんなわけで氷蓄熱を導入することにしたわけですが、まずはじめに冷凍庫自体の冷凍能力について考えました。そもそも冷凍庫の冷凍能力が PC の発熱量を上回っているかを見ていきます。CPU クーラーの PDT を見るようなもんですね。とは言っても冷凍庫のスペック表にはそんな項目は示されていません。エアコンにはありましたが冷凍庫にはないようです。ってことで実測から判断してみました。何も入れていない冷凍庫に温度計の測定部を入れ、蓋をして冷凍させます。
その時の温度履歴を取って、温度の変化から冷凍庫が庫内の空気から奪っていった熱量を算出してみました。ちなみにその時の温度履歴がこんな感じ。急速冷凍機能をオフにして動かすと、温度設定のレベルに対応して決まった温度範囲内になるように、冷凍運転がオンオフされているようです。で、急速冷凍機能をオンにすると冷やし続ける感じでした。で、温度が大きく変化しているところの値や、冷凍庫内の寸法から空気の溶石、他比熱など物性値を適当に参照すると、冷凍庫が庫内の空気から奪った熱量は 300W そこそこでした。本実験用に使っている 6700K の消費電力が多くても 100W くらい。ということは冷凍庫の処理能力は 6700K3 個分ではなさそうです。冷凍庫の 300W というのは温度が大きく変化しているところから算出しました。ですが低温になっていくと徐々に温度が安定していきます。これは冷凍庫の外から熱が侵入してきている。それとも庫内が冷えてくると熱を奪えなくなっていく。詳細はわかりませんがいずれにしても 300W がそのまま PC 発熱に使えるということはなさそうです。そんな状況下でただ冷凍庫内に PC を組み、PC を動作させてその発熱を冷凍庫で処理させようとすると、冷凍庫内の空気が暖かくなりやすくなるものの、冷凍庫は任意の温度域にしようとして冷やし続ける。冷凍庫の稼働時間が伸びそうです。それって急速冷凍機能の動作と同じようになる傾向なんですが、急速冷凍機能は24時間以上使うなと説明書に書かれていたりしました。無理させるなということでしょうか。結局冷凍庫単体だと PC 発熱の処理は難しそうということで氷蓄熱を使ったわけです。冷凍庫で氷を作って氷に PC の発熱を処理させる。感覚的には冷凍能力を氷という形で蓄積したと思っています。で、実際の作成においてです。ところで氷が溶ける、水が凍る温度って0度 C 付近ですね。一方でこの冷凍庫の最低温度はマイナス37度 C。0度 C って高くない?と思ったので好きな温度で凝固融解してくれる液体を作成しました。この氷蓄熱用に準備した液を以降は、凍結液と呼称します。先ほど話したように凍ったり溶けたりと状態変化する時に多くの熱が必要なので、その温度を低温にできれば、低温状態のまま多くの熱を処理できます。PC 水冷用の冷媒にも使っている自動車用不凍液を原液に、水を希釈液にした凍結液を作ります。ただどの温度で凍結させるかが重要です。氷蓄熱的には氷を1杯作りたいのですが、凍結温度を低くしようとして原液の不凍液の濃度を高めると、凍結液で作れる氷の量は減ってしまいます。凍結液は理想的には設定した凍結温度以下から凍り始めるのですが一気に氷にはなりません。凍結温度付近で少し氷、さらに冷やすとまた少し氷、すべてが凍りきるのは凍結温度より10度 C、20度 C も低いところです。どうしてこんな凍り方をするかというと、凍結液の氷のでき方に関係します。凍結液が凍結温度以下になってまず凍り始めるのは希釈液だった水からです。で、水が氷になるので凍結液における水が溶けている割合が減って、相対的に原液の濃度が増えて、残った凍結液の凍結温度が上昇、これを繰り返して徐々に固まっていく、と考えられます。凍結温度って言ってきましたが、実際は凍結し始める温度って感じですねこれ。まあ実際の動きはこんな単純じゃないっぽいですが。そんなわけで凍結液の凍結温度と最終的に冷凍庫で冷やせる最低温度によって、氷のできる量が変わってきます。で、低温の氷を使いたいと思うと氷の量が減ってしまい、大量の氷を使いたいと思うと比較的に高温になってしまう。ギブアンドテイクですね。で、さらにもう一つ留意点があって、これは氷を作る時における問題みたいなものなんですが、水の体積膨張です。水って大気圧4度 C 付近で一番膨張するんですが、この影響で氷ができた際に容器や配管を破損させることがあります。なので氷の生成によって凍結液を入れる容器や PC 冷却用の冷媒との熱交換器への影響が懸念されます。容器が破裂して凍結液が漏れようものなら大惨事です。なので実際に凍結液を凍らせてどんな感じに氷ができるかを実験して凍結液を設定していきました。選んだのは冷凍庫の庫内温度マイナス30度 C まで冷えた時に手で潰して硬すぎず柔らかすぎないシャーベットができた。凍結温度マイナス18度 C に調整した液でした。計算上、凍結液の3分の1が氷になった感じです。そんな感じで氷蓄熱の凍結液は準備しました。
まあ今思い返すと、水は大気圧下 4°C で一番膨張するけど、溶液にして氷点下以下にしたらどうなるんだろうとか、実はそんなに容器や配管への加圧はなかったりした、なんて思いますが、よくわかりません。いずれにせよ試作時はこんな感じで凍結液を作りました。あとは容器や熱交換器です。容器は容量18リットルの天切り管という金属管を使いました。蓋が取れるので容器内に採掘しやすいです。で、この蓋に熱交換器を組み付けることにしました。熱交換器は自作しました。銅管を手作業で折り曲げて、配管部品に接続したものです。冷媒の入り口と出口はそれぞれ1つずつですが、途中で4つの銅管に分岐、合流する構造です。この構造で熱交換を行う表面積を増やし、冷媒の流れる流路断面積を確保しようとしました。一方で熱交換器は PC 水冷用のラジエータでもいいんじゃないかと思われます。私もそう思いました。あっちはルールを10本とかに分岐して放熱、冷媒循環のための面積をそれぞれ確保しています。熱交換器として実作品よりも圧倒的に高性能だと思います。てか実作しないで済みますし。ですが制作時は気になっていた氷による膨張の影響で使わないことにしました。氷によって潰されたら熱交換どころじゃありませんが、ラジエータの構造は繊細というかあまり強度はない気がしました。そんなわけで耐圧性がある円形断面の銅管を採用しました。円形断面の熱交換器というと冷却コイルもありますが、あれは一本道なので冷媒を流すルー路断面積を稼げません。一本道というか一車線とでも言いましょうか。流路を分岐させて複線化すればより多くの冷媒を流すことができます。改造によって冷凍庫 PC のサイズが大きくなり、水冷の循環ループが大きくなったので、できるだけ冷媒の循環をしやすくしたい、抵抗になるものを減らしたいと考えていました。そんなわけでこんな熱交換器を作ったわけです。出来上がったものはラジエータと比べると、まあシンプルな構造です。シンプルなので表面積はそこまで期待できません。ルー路断面積は、どうでしょう。ラジエータはルー路を多くに分岐していますが、冷媒をどっちが流しやすいかで言うと、パッと見で自作の方、ひいき目ですかね。そういえば熱交換器の形状以外にも熱交換を高める方法はありますね。熱交換の表面積を増やすんじゃなくて、熱交換する凍結液を循環させ熱を受け取りやすくする方針や、熱を持ってくる水冷側の冷媒の循環を強化する方針です。前者の凍結液の循環は水中ポンプを使えば良さそうです。コメントでもアドバイスいただいたかと思います。この方法について、私自身は制作時に思いつきませんでした。今回採用した氷蓄熱は凍結液をシャーベットと言いながらも凍結させる方式だったので、凍っていく液体で循環、どんな感じになるんでしょう。まあ実際に動かしたら、ポンプが必要かも、と思うことが起きたりしたんですけどね。後者の水冷側の冷媒循環を強化する方針もポンプに関わります。水冷用のポンプをより強力なものにすればいいんです。先ほど話したように冷媒の循環が劣化することを気にしていたので、ポンプの強化は私も挑戦しました。でも失敗しました。結局、以前から使っている安物のポンプを今回使っています。ポンプの交換なんてただ付け替えるだけなのに、なぜ失敗したかというと全く正攻法じゃないからです。汎用の水中ポンプを水冷配管内に組み込もうとしたんです。今回使ったポンプや、これよりも高性能なポンプのスペックよりも圧倒的に流量が大きいポンプがあったので、導入しようとしたんです。スペックデータ上の流量は毎時4200リットル。PC 水冷用の数倍流せるポンプです。これだけの流量があれば、PC の発熱が大きくなっても冷媒循環で奪いされる、って思っていました。まあ電源が 24V なので特殊なんですが、冷凍庫 PC の温度計やペルチェ素子を動かすために、様々な電圧の電源を用意しており、24V も使えたので都合よく運用できました。でしたが水冷配管内にうまく組み込めなかったので、今回は諦めました。また別の機会に再挑戦しようと思います。そんなわけで出来上がった氷蓄熱を実際に冷やしてみました。ですが色々うまくいきませんでした。まず氷を作る段階からです。この装置や配管導入後の冷凍庫の最低温度、空気 -25°C、冷媒 -18°C ですが、この温度になるまでに1日半以上かかりました。むちゃくちゃ時間がかかりました。まあなんとなくそうなる気もしたんですけどね。なので以前の不凍液水冷を導入した冷凍庫 PC では氷蓄熱を導入しなかったんです。PC を動かさずに長時間冷凍させ続けたら何か悪影響が出そうです。
現在の構造だとその心配はありませんが、まあ長いですね。最低温度も空気がマイナス25度 C です。凍結液の凍結温度検討時はマイナス30度 C まで冷える想定で考えちゃったので、検討の意味がもう消滅した感じです。さらに最低温度に達して氷蓄熱の状態はどんな感じかと容器を手で押してみたところ、容器上部はガチガチに硬く、底の方は容器をペコペコと押せました。実験で作ったシャーベットらしさは皆無です。まあ容器も大きいから凍結液内で濃度の偏りが出そうだし、そもそも凍って水面とか壁面からできてきそうだし、ある意味これが当然の結果なのかな。これでポンプとかで攪拌したらどうなるんでしょう。流動しちゃうとさすがに氷が成長しないかな。まあ予想外の凍結状態でした。で実際に PC の発熱を処理させようとストレステストを行ったところ、徐々に冷媒の温度が上がっていきました。本来なら冷媒の熱を氷蓄熱に渡していくので、氷蓄熱の氷が溶けきるまで温度上昇はわずかになるはずです。ですが冷媒は温まりました。原因として、氷蓄熱の熱交換器から凍結液への熱移動がネックになったと考えています。熱交換器は凍結液にただ使っているだけなので、いわばファンレスの CPU クーラーみたいな状態です。より熱を凍結液に移動させられていたら、冷媒の温度上昇はまだ緩やかだったと思われます。じゃあどうすればいいかというと、凍結液を循環させようとなって、またポンプです。よくよく出てきますよ。とこんな感じでまだまだ改良すべき点がいくつもある氷蓄熱でした。今回が初作成、初稼働なのでこんなものでしょうか。改良すべき点もあるというか、なんなら根本的な氷蓄熱の仕組みにもまだ別パターンがあるという。大きい伸びしろなのか、それともドブ沼なのか、わからないほどに選択肢が多い気がします。てかどうしても氷蓄熱を準備するのに1日半待つのが面倒です。改良するのか、どう使うのか、扱いはしばらく考えようと思います。以上、今回の改造で製作した2層加工像、真空断熱パネル、氷蓄熱でした。いろいろ作っていました。これ作っていた関係で装置が完成させるのに時間がかかり、動画投稿が1月くらい遅れました。まあ結果的にうまく制作できたもの、でも動作は微妙だったものとありましたが、形になるとやっぱり面白いです。この経験自体は今後の制作に大いに役立ちそうです。で次回以降ですが、以前の不凍液水冷の紹介でお話ししたオーバークロック関連のことや CPU グリスの温度特性など、いくつか気になった、把握したいところがあるので、細かなところですが一つずつ確認していこうと思います。ただ冷凍庫 PC は以前の不凍液水冷に似た状態に戻そうと思います。あちらの方が組み立てや管理が楽なもので。そんなわけで今回紹介した制作ものですがしばらくお休みです。作っておいてなんですが、また使う機会は来ると思うのでその時に頑張ってもらいましょう。次回は先ほどの色々細かいことを確認するために組み直した不凍液水冷の冷凍庫 PC について紹介しつつ、どんなことを確認していく予定なのかについて話そうと思います。ではでは本当に長時間のご視聴ありがとうございました。さようなら。